こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、熱い波動を感じるイラストですよね。玉石こんこさんの作品で、タイトルは楽しもうじゃないか。初めて描いたボクシングシーンです。このキャラクターの好戦的な鋭い視線が気に入っていますが、塗りをエアブラシとグラデーションに頼っており、お絵描きソフトを変えようか悩んでいます。今使っているのはピクトベアセカンドエディションです。背景のボクシングリングと上部の照明がうまく描写できませんでした。どうしたらもっと白熱した演出になるのかご教授いただけると幸いです。はい、ということでね、初めてのボクシングシーンということで、何事もね、初めてのことに挑戦するのはすごくね、勇気がいることだと思いますし、難しいと思うので、そのチャレンジ精神素晴らしいと思いました。はい、筋肉もね、一生懸命描こうとしていますよね。で、今回どこを添削していくかなんですが、ご本人も望んでいるように白熱した演出という部分、ここに着目しながら添削を進めていこうと思います。この作品ですね、一生懸命描こうとしているのは伝わってくるんですが、なんか原因がわからないけど、なぜかシーンと静かなような、ちょっとね、全体を通して物悲しいような雰囲気に見えてしまう部分もあるんですよね。そこをですね、もっとうわーケンイケーやっちまえみたいな、そういう声が聞こえてくるような迫力のある白熱したイラストにするにはどうすればいいのか、ポイントを整理しつつ解説していこうと思います。この動画を見ていただければ、一生懸命描いたんだけどなんか雰囲気が出ない、シーンと静かな絵になってしまうというお悩みを払拭して、わーっと盛り上がりのある白熱したイラストが描けるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、これも一応雰囲気作りの一環なんですが、この絵を見た時に僕がパッと思っちゃったのが、このケン君ちょっとね、色白でひょろくてひ弱そうっていう印象を持っちゃったんですよね。これはもしかしたらそういう一見弱々しいキャラが成り上がっていくようなホーリーランドのようなね、ストーリーを想像しているのかもしれませんが、コメントを見る限り好戦的で鋭い視線のキャラっていうことなので、特にひ弱っていうわけでもないと思うんですよね。なのでそういうことを意識していないのであれば、こうしてもいいのかなというふうに思いました。はい、後ろにですね、強い光源があるので、ある程度逆光にしても自然かなと思います。それとある程度肌色にしっかりと色をのせないとですね、血色が悪くて強そうに見えないんですよね。なのでしっかりと肌色に色をのせて引き締まった感じの印象を作ってみました。これを受けて、いやいやそうじゃないんだよ、弱々しく見せたいんだよ、あるいは肌色を綺麗に見せたいんだよっていう場合には白くするのがいいと思うので、それを狙うんであれば元のままでも全然大丈夫です。あくまでね、一案として捉えてくださいね。さあ、で次なんですが、ポーズがですね、ちょっと画面左側に寄っちゃっていてですね、つんのめっているような感じというか、重心を崩しているような印象があるので、これもね、あんまり好戦的で強い印象にならない原因なんですよね。僕ならこうしますかね。やってみます。はい、ちょっとね、細切れになって不安になった人もいるかもしれませんが、大丈夫です。やりたかったのはつんのめった感じじゃなくて、ちょっと後ろに重心を移してどっしりした感じにしたかったんですね。一旦体のパーツを動かして体勢を修正しつつ、部分ごとに加筆していってみますね。あとですね、ちょっと心なしか体をがっしりとさせていこうと思うんですが、これも作者さん的に元のままの方がイメージに近いっていうのであれば、そのままの体型でも全然大丈夫です。あくまで僕の好みを反映させていきます。まずは首周り、僧帽筋周りですね。はい、やっぱりですね、ボクサーって胸元もそうなんですが、背中の筋肉、いわゆるね、ヒッティングマッスルがすごく発達しているので、強いとはね、体の分厚さを感じますよね。筋肉の大きさをね、バルクなんて言ったりもしますが、そういった分厚み、バルクの大きさも意識しながら描いていきます。体幹部分ですね、やっていきましょう。
はい、こんな感じですね。でですね、僕が男性の体を描くときに意識する部分はちょっとね、専門用語出てきます。セパレーションとストリエーションです。はいはい、人によってはわからない単語出てきましたよね。セパレーションとストリエーション、ですね、簡単に解説すると、セパレーションというのは筋肉を分割する分割線のことですね。こういう胸の下のラインとか、こういう線がそうですね、セパレーションです。この辺とかもそうでしょうか。に対してストリエーションっていうのは、これはね、めっちゃ鍛えている人が出てくる筋のことで、例えばこの絵で言うと胸元のですね、こういう筋を意識して僕は描いているんですけど、こういう筋ですね、こういう筋。でもね、そこまでこの男の人の場合には大げさに描いていません。あくまで意識している程度ですね。もっと鍛えていくと、例えばね、こういう線とかもこう入ってきたりしますよね。こういうのもストリエーションと言ったりします。はい、このセパレーションとストリエーションなんですが、これを意識できているとかっこいい筋肉が描けます。よくですね、筋肉描いてくださいっていう風に言われると、俺描けるよとか言ってね、こうやってこんな風にこう、いわゆるこう筋肉マンのような記号的な筋肉を描いちゃう人っていると思うんですよ。結構多いと思うんですよね、こういう筋肉。ただですね、このまま描いちゃうとちょっとですね、筋肉としてはかっこよくなくなってしまうんですよね。これね、セパレーションだけで構成されているんですが、ストリエーションが全然意識されていないのと、あとですね、この分割の度合いによってもちょっとね、ここはあんまり分割しない方がかっこいいとか、ここはなんかちょっと若干こう弱めようかなとか、なんかそういうね、こうセパレーションの中でも強弱をつけてあげると、かなりね、かっこいい筋肉の描き方ができるようになっていくんですよね。なのでここはセパレーションをくっきり分けよう、逆にここはあんまりくっきり分けずに少しなだらかにつなげた方がかっこいいかもってね、筋肉のつながりやどこに起伏がついたらかっこいいのか考えながら描いてあげると、かっこいい体が描けるようになると思います。さあ、向かって右側の腕描いていきましょう。はい、こんな感じ。若干ね、こう煽り気味にして手前の腕を下げたような状態になっていると思うので、井上尚弥選手とか、あとはメイウェザー選手とか、あとはね、こうバキ君とかも若干こういう構えなんですが、3人が対応している L 字ガードに見えます。これね、L 字ガードって上半身の動きだけで相手のパンチをかわして、でね、カウンターを入れるのがすごくかっこいいんですよね。さあ、脱線しそうなので本筋に戻ります。はい、グローブもポイントはツヤですね。作者さんはグラデーションを多用してしまったことに反省していましたが、まさにね、こういうところ、グローブのように硬くてツヤめいているものって、こうグラデーションでハイライトを入れるんではなくて、丸ブラシみたいにボケ足がついてないブラシでこうはっきりと入れてあげた方が質感が出ます。質感意識してみてください。はい、で顔なんですが、簡単にですが、顔もちょっとだけぼんやりしているので、顔もはっきりさせてみますね。まずは目です。はい、あとまつげなんですが、好戦的な表情を描くときって眉って結構目に近づけた方が好戦的でアグレッシブな感じが出ると思います。はい、あと鼻と口も若干ぼんやりしているので、もうちょっとはっきりさせましょう。はい、あとですね、髪の毛なんですが、若干顔を左に向けたので、この左側のハイライトは暗くしてもいいかもしれません。あと細かいんですが、耳を描いてあげた方が結構頭の立体感を表現しやすいのでいいですよ。やってみます。
はい、こんな感じですね。耳を描くと頭の奥行きを意識しやすくなるので、描いた方が実は立体的になりやすいです。さあ、お待ちかね、背景です。このイラストですね、なんとなくこうシーンとしていて迫力があまり感じないのは、実は背景のせいが大きいです。背景描くのめんどくさい、難しいって思ったあなた、それ完全に間違ってますよ。今から僕が描く背景を見ていただければ、うわ、こんなんだったら俺も描けるってね、この後すぐに描きたくなると思います。結構ね、簡単でいいんですよ、背景は。ですね、まずリングとかステージを描くときに、だいたいこうしておけばいい雰囲気になるっていう描き方があります。最初にこうです。はい、最初に一旦こう暗くしてですね、この画面上部をこうぼんやりと明るくしていきますね。こんな感じ。そしたらレイヤーを分けて、ここにですね、これ適当でいいので、こんな風に光の塊を描いてあげましょう。はい、こんな感じ。若干ね、こう十字を意識してあげるとそれっぽくなりやすいかもしれませんね。でそしたらここにもう1個レイヤーを追加して、今度はですねオーバーレイレイヤーモードにします。でそしたらここにですねまたうっすらとこんな風に光の交際を今度は描いてあげるっていう感じですね。はい、こっちにも光の交際を追加してあげましょう。でちょっとね1個下のレイヤーにまたレイヤーを追加して、で今度はさっきね描いたこの青い光をちょっと下までこう伸ばしてあげましょう。はい、こんな感じ。どうですか？なんかリングっぽいって思いましたよね。もうね、こんなもんで十分なんですよね。でただここまででも十分なんですが、ここからは観客がこうわーっと騒いでいるような賑やかな雰囲気を追加していきますね。まずは下の部分に少し明るい反射光を入れていきます。そしたら忘れちゃいけないロープを描きますね。でロープは画面に対してこう水平垂直にならないようにしてください。ちょっとねこっちでもこっちでもいいので傾けてください。そうするとこう動きのある落ち着きすぎない画面を作ることができます。はい、こんな感じですね。そしたらここ注目です。すっごい適当でいいので、人っぽい点をですねポツポツ書いてあげるんですよ。ちょっとやってみますね。はい、この辺にですねこうポツ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 、ちょっとね肌色っぽいニュアンスとかもあった方がいいので、こう肌色っぽい色とかもこう入れつつ、はい、ポツ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 、はい、こんな風にねもう結構適当でいいのでポツポツと書いてみます。はい、これだけです。どうですか？今ちょっとだけやっただけでもなんか雰囲気出てきたって思いませんでした？はい、もうちょっとやってみますね。はい、もうこれだけです。もちろんねもうちょっとちゃんと描きたい時はしっかりとね人のシルエットを撮ってもいいんですが、面倒な時にはこんな風にねこうポツポツと点を打つだけでリングから遠巻きに見える観客の存在を感じることができちゃうんですね。めっちゃいいでしょこれ。はい、簡単なのにそれっぽいですよね。こう引いてみるとなんかそれっぽいなって思っちゃうと思います。最後に飛び散る汗を追加して仕上げていきましょう。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？ちょっとねかなり屈強になってしまいましたが、強そうな格闘家が表現できたのではないかと思います。はい、今回は結構珍しく筋肉のことなんかも軽く解説しながらね男性の戦う姿を添削してみました。いかがだったでしょうか？そこまでですね厚塗りっぽい感じでガシガシと塗っていったわけではなかったんですが、はい、こんな感じで迫力を増していくことができたと思います。最後ねやっぱり背景の効果は大きいですね。でですねもっと迫力のあるがっつりした塗りで週刊少年チャンピオンで連載中の格闘漫画バキラ編の1巻の表紙を塗った動画もあったりします。厚塗りのコツ伝授バキラ編の表紙色塗ってみたですね。がっつりと迫力があるイラストが描きたいという人はですねこちらの動画ぜひ参考にしてみてください。それでは最後にコーナー気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。